はですね、はい、顔からね、塗っていこうかと思いますね。まあ、ジャブジャブといった感じでね、これぐらいの厚さで塗っていきます。平筆でね、で右側の人から、まあ、首から塗って、なんかもね、筆を立てて塗るイメージでございますね。ではね、額からね、上からざっと塗っていきます。はい、腰を使って、上から下にね、鼻筋っていう感じですね。はい、このね、目の上をちょっとね、目にかからないように塗っていただいて、はい、輪郭から下ろして、目の下ですね。はい、このようにね、顔のね、上側を塗っていきます。ちょっとムラになるのでね、乾かないうちに、上から下に塗ります。はい。はい、こんな感じでね、ベタ塗りでございますね。で、耳のところですね。はい、このようにね、ちょっと均一にね、塗っていただけたらと思います。はい、ムラなくですね、塗れたかと思いますので、ではですね、次もね、首のところを塗っていきます。はい、同じようにですね、おでこからですね、ざっと塗りますね。はい、おでこから塗っていただいて、下の方にですね、鼻筋通ってね、こういう感じでね、描いていただきます。はい、ではですね、目のね、下の方からね、埋めていきたいと思います。はい、こうやってね、まっすぐ塗っていただいて、顔のね、下の方ですね、塗っていきます。こんな感じでございますね。ちょっと口のところね、塗らずに。はい、次は耳のところね、塗っていただきます。かけましたらね、ほっぺたをね、塗って、いつものように塗っていきますね。ほっぺたの色を塗っていきますね。肌色と混ぜてですね。赤々すぎるので上品にですね、肌色と混ぜてね、塗っていこうと思います。腕でですね、丸くですね。ちょっとね、ちょっとね、丸く描きすぎたんですが、肌色でね、周りをぼかしていきます。左をぼかして、もう一回ね、ちょっと赤く塗りますね。綺麗にぼかせるようにですね、していきます。ちょっと色紙によってはね、塗りにくいかもしれないんですが、丁寧にね、なんか丸々でね、塗っていっていただけたらと思います。ね、いつもね、ぼかし具合がね、難しいと思うんですけどね、何回かね、繰り返して肌色と、ちょっとね、乾きが早かったんでね、まん丸になっちゃいましたけどね、気にせずね、髪の毛をね、塗っていこうと思います。焦げ茶色っぽいですね。二人とも焦げ茶色ベースで塗ったらいいと思いますので。はい、このようにね、焦げ茶色ですね、持ってきまして、まずね、右の肩から上から下に塗っていきます。左側も上から下に塗っていきますね。このようにですね、塗っていただきまして、下から上の感じでですね、また塗ってい
きますね。ちょっとね、光を入れる感じでね、塗っていただけたらと思います。はい。ではね、左の肩もね、塗っていきますね。まあ、前の方からですね、シャーっとね。シャシャシャーっとね、塗っていただきまして。まずこう塗ったらね、次上の方を塗りましょうかね。なんかね。まあ、こういうね、上の方を塗って、ベタ塗りでもいいんですけどね、ちょっと髪の流れを意識しながら塗っていただけたらと思います。一旦ね、ちょっと薄い筆で塗っていただいてると思うんですけどね、左の肩のお着物がね、なんかベージュっぽいので、ちょっと影みたいな感じで、ちょっと影と言いますかね、ベージュっぽいんでね。で、右の肩もね、なんか影みたいな感じでね、ちょっとだけね、ついでに入れる感じでやっておきますね。緑ですけどね。次ね、髪の毛もう一段階やっぱり黒いので、濃いので、焦げ茶と黒と合わせてやっていきたいと思っておりますね。イメージね、こんな黒めのね、色で塗っていきます。まあ、右の肩がね、光の加減で茶色っぽいんですけどね、まあ、そういった意識でね、ちょっとだけ茶色を意識して塗っていきます。上からですね、下ですね。茶色がかってる感じで。はい。で、上から下ですね。はい。塗っていただきまして、ね、下のところとして、はい、こんな感じでございますね。黒っぽくなりましたので、左の方もね、もう一段階黒っぽくね、塗っていただけたらと思いますね。左の側の方ですね。まあ、ちょっと中心根から広がってるね、感じなんで、そのようにね、筆先も塗れたら一番良いかなと思いますので、はい、でね、広がってて、周りも濃いっていう感じですかね。まあちょっとグラデーションつけるような感じで、ちょっとね、アップの髪難しいんですけどね、していこうかなと思います。2段階ぐらいね、塗っていただくとだいぶ黒くなるかと思います。まあ、よりね、丁寧に描くために、もうちょっとだけ黒に近いね、色のね、やつで、塗っていこうかと思います。じゃじゃんとね。こう黒いですよ。乾くと薄くはね、なると思います。黒いっつったらね、この下の方とね、上と下らへんをね、黒くして。はい。左の人もね、この辺だけ、まあ、ちょっと黒くして、下黒くしてっていうイメージでね、はい。やっていただけたらいいかなと。顔周りもね、黒く。ちょっとまあね、かすれるぐらいでね、いいかなと思います。ではね、着物ですね。ちょっとまあ、難しい色ですけどね、白っぽいというかね、まあ、ベージュっていうかね、まあ、ちょっと難しいんですけどね、なんか黄色混ぜてベージュみたいなね、ベージュのまあ言うたら薄い感じでね、ちょっと色をね、塗っていこうかと思います。白と黄色っぽい感じで。まあ、あまり難しくこの通りなくてもいいので、普通はね、水いっぱい薄める感じでね、この微妙な感じ。黄色なんかなって感じですけどね。ちょっとまあ塗ってみますね。その通りならないと思うので、黄色すぎたって思ったらちょっとね、薄くこう水分多めにこう、もう一回塗って感じでいいと思います。あんまりね、黄色しちゃうとね、上品さが
なくなるかもしれないんですけど、まあ、ベージュの薄いやつでもいいですしね。白混ぜてもいいですね。難しいですね。白とベージュとかね。OK です。薄さ、100均のやつで十分なので、まあ、ここでね、濃くなってもまた薄くなってきますので、できたかと思いますので、右側の方はね、はっきりしたね、結構黄緑かなっていうイメージですよね。はい。では、このようにですね、黄緑かなっていう感じでね、やっていきます。黄緑っぽくですね。黄緑の薄いとか、またちょっとベージュがかったとかね、また難しい色ですけど、正確に塗らなくてもいいので、緑っぽくですね。はい。はい、できました。はい。では、帯ですね。帯の方はね、こちらは、大体でいいですね。帯締め、ちょっとなんかピンクっぽい。帯締めとかね。こっちの人はグレーっぽいですね。ちょっとグレーっぽくしたり。で、イメージとしてはピンクと黄色みたいな感じですもんね。あんまり見えてないと思うんですけどね。ピンクと黄色みたいな感じで、あんま見えてないんですが、描いていきたいと思います。ではね、バッグの色をね、塗っていきたいと思います。はい、バッグの色はですね、紫をイメージにしてね、塗っていきたいと思います。紫。これかな？こんな感じですね。ちょっとね、塗ってみますね。薄紫の感じで。丸く塗る。ちょっと水分、若干多めの方がいいか。丸くね、塗る感じで塗っていただきます。丸ですね。丸々っとね。はい、塗っていただきますね。はい、紫のね、イメージで塗っていただいたら、ピンクにしましょうかね。ピンクをちょっとね、重ねて、塗ってみますね。こういう、ちょっと紫からのピンクみたいなね、感じですね。感覚ですけどね。上品に仕上げていただきたいと思いますね。綺麗にね、お菓子がね、綺麗になればね、いいかと思います。また、コピックの肌色でですね、目とか鼻とかね、やっていこうと思います。仕上げちゃうやつですね。はい。ではね、左の方ね、やっていこうかと思います。はい。肌色で塗っていただきまして、目尻とね。で、鼻筋ね。鼻筋と、このようにね、ぼかしていただきますね。ここにちょんっていうから可愛いね。はい。で、目のちょっと眉毛の下とかもね、塗っていただいて、で、上唇ですね。それから下唇。はい、このようにね、美しく描いて、首の下あたりね、この影があった方がいいかと思います。で、耳の影もね、若干ね、このように入れていただいてね、美しく描いてくださいね。はい、右の方も塗ろうと思うんですが、ちょっとなんか目がね、かすれちゃってるんで、ちょっと黒くして。はい、バッチリ。目はね、黒くバッチリした基本でございますね。では、右の肩のね、目のところを埋めてですね、目の影。二重のとこですね、入れていただきまして、目のたるみ、鼻筋。忘れてましたね。鼻筋ですね。で、眉毛の下とか描いて、鼻のところですね。で、鼻のとかね。唇。はい。唇塗って、ファンデーションみたいな感じですね。はい。ピンク、この上がね、ピンク塗ると綺麗なので、はい。首の影塗ってね、いただいて、
では、目のところですね。いつものように E25 ぐらいのね、コピックでね、目の黒目、こっち左側ね、濃く描きますね。で、こちらの方も左側ね、濃く描きます。肌色をね、塗っていただきまして、ぼかしますね。はい。瞳は美しくぼかしてください。はい。薄いグレーでやっていきます。眉毛と目のね、はい。縦の線をね、入れていきます。で、お化粧みたいにね、このね、アイシャドウみたいにね、影つけていただいても全然いいかと思います。00何歩、ブル G00 ぐらいね。はい、唇ね、可愛くね、ピンクと、濃いピンクとね、肌色とかね。さっきの右と同じように。で、ちょっと左側からね、グラデーションっていう感じですね。で、濃いめのピンクをね、ちょっとこれ濃い方。まあいいか。はい。で、左側から同じように、左からで、もう一回ね、薄いピンクで、こう、ぼかすんですね。そうするとね、で、ここ開けたところ縦線入れたり、細かいですけどね、影ですね、グレーで影を入れます。この襟の影ですね。このラインも綺麗に浮き出てくるかと思うので、塗っていきます。この下の影とかね、塗っていきます。で、このね、なんていうかね、シワと言いますかね。こういうところをね、グレーでもう一回描くとね、ちょっと立体感がついていいかと思います。はい。もう一回上から描くイメージでやるとね、綺麗に浮き出てくるかと思います。はい。いいかと思います。ね。で、袖口ね。はい、袖口のところとね。はい。で、左側ね。でね、こういうとこね。こういうとこにグレーをね、入れるとね、いい感じに、ベタってならないのでね、いい感じになるかと思います。で、このちりめんみたいな感じですね、着物がね。ちりめんみたいな感じで、そうね、ちょっとね、表現したいんですけどね。もうチェックでもないんですけどね。ちょっとだけ入れてる感じで、なんていうんですかね。難しいですけどね、こういう着物はね。でも、こういう感じで、左側ね、いらん、つるっとした感触なんでね、いらんかと思うんですけど、右ね、ちょっとやっぱり雰囲気出したいですね。ちょっと、あんまりやっても変なんですけど、ちょっとね、パステルぐらいでぼかしたい感じではありますが、ちょっとこれぐらいでね、とどめていきますね。雰囲気でね。はい。はい、できましたね。はい。それでは、なんとなくでいいので、ちょっとだけこういった、模様をね、入れるといいかと思います。紫が埋もれちゃってるので、紫色で、花をもう一回描こうと思います。紫。濃いめの紫色でね、もう一回ね、描いてみますね。はい、ペンでね。濃すぎたな。ちょっともう一段階薄い。左側ね。
で、右側もね、入れていきます。ちょっと黒でね、なぞっていってます。いつものようにね。はい。だいぶね、黒く塗っていただいて、毛先とかね、筆の隙でね、綺麗にね、整えてくださいね。こういうとこね、粗いとね、あんまり良くないので、綺麗にね、整えていきます。シンプルにね、描いていただいてもいいんですけど、丁寧に描いてからのね、シンプルにするのは全然いいんですけどね、最初からシンプルにするとね、あまりよろしくないので、このように綺麗にね、描いていきます。腕の隙でね、輪郭なんかもね、もし薄まってたら描いていきますね。黒を入れていただいたり、ね、襟元とかね、ちょっと描いたりね。水彩でね、描くとね、どうしても薄まりますので、はい、名前のところもね、ちょっと薄めの緑でね、もう一回描いたりしてますのでね、丁寧にね、やっていってね。で、あとね、ホワイトですね。白をね、では、入れていきたいと思います。ユニボールですね。ユニボール、いつものユニボールで。目玉。目玉。目玉とほっぺたのね、この白いところですね。なんかちょっと湿ってるんでね、ちょっとあんまりくっきりならないんですけど、これクレヨンとか先に塗ってないんで上品な感じでね、ホワイト入れてくださいね。ちょっとね、薄いんで分かりにくいけどね。乾いてからのがね、ホワイトは塗りやすいかと思いますが。ほっぺたとね、唇。はい、塗っていただきまして。はい、ね、とっても綺麗。はい。あとね、バッグのお花のとことかね、もし入れれるようだったらね、ホワイトをのせてあげてくださいね。そういうのはほぼ乗らないと思うんですけどね。でも、ちょっとあるかなぐらいね。で、このなんかバッテンしたところとかね、なんかこう、白でね、やったりね、ちょこちょここうやる感じで。はい、こんな感じでね、ホワイトはね、乾いてからね、しっかり入れてもね、いいかと思いますがね、完成でございますね。